こんにちは。今日は普通の環境デッキに一味加えたデッキで BO さんやっていきます。いきなり不穏なダブマリからスタートです。お相手伝説土地からスクレルブ、アーシと違ってお相手は完璧な立ち上がり。そしてお相手に T ネでにつく。これがサレアだったらすでに試合終了でしたね。こちらは骨化でスクレルブを取ります。スクレルブはロランで割れますが、次のターンラフィーン取れないと試合終わるのでこのターン除去する必要があります。お相手追加のスクレルブ、そしてこちらはベストなびき。まず土地を割って、あらこれはいけないデッキを発見してしまいました。いけないデッキはお仕置きが必要ですね。お相手ラフィーンをキャスト。ちょっとそれはきつい。こちらはまず骨化をキャスト。ラフィーンは絶対許せません。お相手また土地が出る。ある意味事故だったのでは。何も動きがないということはアーテイっぽいですが、だからといってできることはありません。お相手メインでアーテイをキャスト。意図は分かりませんが、もしかしたらさっきキャストし忘れて慌てて出したのかも。こちらのトップは弱いですね。ロランも多分ダニくらいしか刺さらなさそうです。ということでさっさとキャストしますか。なんならタップ能力を使ってもいいかもしれません。お相手に対でアタック。アーテイだけは相打ちを狙います。お相手大田原でトークンバウンス。片方を一方処理します。いやここでトップ土地は一応もう1ターンは猶予あるのでまだ諦めるには早い。お相手トルーズをキャスト。シオルじゃなければな。1回防御して1枚追放します。お相手スクレルブ能力起動で対象はアーティ。一応ここでドローしてみます。除去は引けたが、これは一応爆破状を使ってトップの土地率を下げます。お相手の伝説土地を1枚ランデスしてこちらは平地をサーチします。さらに軍備放棄をスクレルブに。普通ならロラン殴ってもいい場面ですが、何か引けないと自利品なのでここは温存します。お相手ラッキーをキャスト。これで猶予はあと1ターンかな。お相手3体でアタックして防御3回。アーテイにカウンターが2個乗って3枚追放。トルーズは相打ちできないので、ロランは生かしておいた方がチャンスが1ドロー増えますね。4点入って残り2点。エンドにロランの能力起動で1ドローします。トップは強いですが、今は国別以外は不要パイです。もうワンチャンス。はい。再度は遊び心の焼夷弾2個を外して国別を増やしておきますか。ロランはいらないけどこれ以上重くしつらいです。でも入れるのは国別じゃなくてクリーチャーでよかったかも。除去がないですが、先手なら満足キープです。お相手また初手スクレルブ。エスパーでこの動きするのって結構難しいんですが、何にせよ確定で除去です。2ターン目タップインは試合終了ですね。早速1枚ランです。伝説ランドを割ってこちらは平地をサーチします。あらこちらはイーガン城の修繕をキャスト。こちらだけ立つか。これは打ち消されます。お相手事故ですね。そしてこれで無事完走です。やっぱりランデスは最高だぜ。もうスペルピアスはもらわないので婚礼の発表をキャスト。ここでお相手投了して1本取り返します。サイドは変更なしで。これはさすがにマリがキープでしょ。アーシはここに土地を破壊しに来たんだよ。お相手新悪しき隠遁者をキャスト。廃墟の地はスペルじゃないのでセーフ。こちらは農場労働者で平地をハンドに加えます。
お相手3ターン目は動かすエンド。除去を警戒してるような感じもありますね。マンハンドほぼ土地なんですけど。そして廃墟の地で伝説ランドを割ります。ここは殴らずにターンエンドです。お相手3マナ目、土地続きますね。そしてトルーズをキャスト。ラフィーンじゃなければセーフです。こちらは廃墟の地で変わらず土地を攻め続けます。ここ悩んだのですが、白い土地を割った方が良かったですね。3マナー王は怖くないですが、シュラジュラはエーデリンがいるので、見事にハンドが土地だらけ。お相手トルーズのアタックはライフで受けます。お相手でミックをキャスト。これはエリガン城の2将が封じられるのが痛いです。お相手が異常に土地が続くんだからアーシも廃墟の地が重なっても何もおかしくない。こちらは追加でエリガン城の修繕をキャスト。これもまたステルピアース。マー国別が通れば何でもいいですね。お相手3体でアタック。これは一応イントン車を全力で取る構えでいきます。6点入って残り10点。そのまま動かすエンド。何か構えてるのかな。でもここはキャストするしかない。国別いきます。通るのか。お相手ラフィーンの塔をサイクリング。お相手また土地。お互い土地だらけですね。そしてこちらは解体爆破場でまたランです。とりあえずトップシオールの確率が減るだけで安心できる。さらに農場労働者。デッキに14枚ある平地が7ティー目ですでに残り2枚。ここでお相手投了。何もできないハンドですが心を折りました。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。土地を割りたいので5土地でもキープ。お相手トライオーム。先手でこれは一方的な試合になる可能性ありです。次は解体爆破場を置いて。で何平地置いてるんじゃ。最悪のプレミです。アーシの亡骸は廃墟の地の下に埋めてください。お相手3ターン目は動かずにエンド。アーシのミスを許してくれる優しさを感じます。じゃあ土地割っていきましょうね。そしてここでトライオームを割らないプレイ。ちょっと疲れてる可能性があります。そしてお相手基本土地なし。3色で黒将来なんて打とうとするからこうなるんですよ。ちなみにこの少し前の試合で神の乱とアトラクサと白将来が同居しているデッキが基本土地たくさん入れていて発狂してます。そしてこれでもう打ち消しできないね。お相手土地が続きます。多分ハンドは除去がダブついてるのかな。こちらは相変わらず土地を攻めます。もう打ち消しはないのでエイガン城の修繕をキャストします。お相手3マナ目。こちらはエイガン城の修繕の2将で平地を捨てて解体爆破場を戦場に戻します。さらに廃墟の地を起動。ここでお相手投了して1本目選手です。白タンミッドはもともとグリクシスには強いのでサイドの調整はあまりいらないです。消耗戦になった時に強い聖域の番人だけ追加しておきますか。ここ廃墟の地狙いでマリガン。あとはアドゲンが欲しい。あまりハンドは変わりませんが、ダブマリするのはさすがにきついのでキープ。お相手2ターン目は動かず、打ち消し結構積んでるかもしれませんね。こちらの農場労働者には打ち消ししてきます。お相手3マナ目から鏡割りの分はこれがきついんですよね。しかしこちらも廃墟の力打ち消しを封じます。そして浮いた1マナで軍備放棄。こちらもこれが最高の動きです。お相手1枚ルーティング。さすがにその重いのはキャストできなさそう。そしてお相手死体鑑定士をキャスト。農場労働者を追放して3枚にて1枚ハンドへ。ここはロランがいいような気もしますが、テンポ重視で2マナにアクション。
ETB 持ちを延茶追放するのはリスクが高いですが、絶望将来までまだ伸びなきゃセーフ。お相手シオルドレッドをキャスト。これはきつい。聖域の番人はギリギリ何とかなってそうですね。とりあえずこのターンは危機時期を破壊します。お相手ゼチの収穫者を2連続キャスト。肉で普通に攻められるのが一番きついです。シェオルは放浪砲警戒でアタックせず、これは助かる。聖域の番人の ETB で1ドロー1トークン、追加の番人はいいですね。お相手1トークンでルティング。お相手ライフに余裕あるし、さすがにゼチ2枚使用は嫌がりますか。そしてロランは除去してきます。これはまあよし。お相手1トークンで土地を捨ててルティング。早く廃墟の地でマナプラ解消してあげなきゃ。こちらはゴブリンの焼夷弾をドロー。これも一応除去です。まず聖域の番人でタックして1ドローします。5点入って残り23点。そして追加の聖域の番人をキャスト。トップは最高の1枚。分離放棄でシェオルを追放します。お相手メインで銀行破り起動。さらに死体鑑定士をキャスト。3枚にて1枚ハンドへ。サイドで否認入れてるっぽいですね。やっぱクリーチャーのフィニッシャーである聖域の番人好きです。まずはアタック。片方だけ立てあってもあまり意味ないので、ここはカウンターを取って1ドローします。そしてイーガン城の修繕をキャストしてヒラチをハンドへ。解体爆破上でお相手のトライオームを割ります。最後に銀行破りをキャストしてターンエンドです。お相手5マナ目。のど首狙いで聖域の番人を除去してきます。しかしここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけで白タンミッドレンジウィズランデスでした。ベースは普通の白タンミッドレンジに解体爆破場と廃墟の地を4枚ずつ計8枚入れています。ゴブリンの焼夷弾2枚は遊び心です。唯一白タンで使える基本土地が割れるカードかな。ゴブリンの焼夷弾は瞬速を持っているので、セラの模範から毎ターンキャストすることが可能です。イメージとしては2色のデッキに対してこれでマナはめして勝ちたいなって思って入れてます。まあ今のところできてないんですが、なお焼夷弾は前回ランデス動画を作った時にコメントで教えていただいて採用しています。おかげでランデスへの理解が深まりました。ありがとうございます。さてこのデッキを組むに至った経緯ですが、こちらをご覧ください。EO3 の色ごとの生息数です。この中で合計 34% になるグリクシスとエスパーはほぼ基本土地を採用していません。グリクシスは3色で5ティー目に絶望将来を売ったり、アトラクサを元キャストできるマナベースにしていたりで、エスパーミッドは伝説ランドを採用したり、2マナ目3マナ目で多色のクリーチャーを安定してキャストするために基本土地が全く入ってないのが基本なんですね。そんな悪いことするデッキは誰かがお仕置きしないといけません。ということで足は立ち上がりました。最初は納屋で組んでいたのですが、色増やしても2色デッキの基本土地を枯渇させるのは無理で、かといって3色デッキに強くなるわけじゃないので、単純に強い白タンミッドベースで作成した経緯があります。さてこのデッキの強さですが、まあ白タンミッドと同等ですかね。強いは強いです。ちなみに納屋で組んでた時から数えてエスパーレジェンズとグリクシスミッドには10連勝くらいしてると思います。土地で2マナ使って0、1交換しつつテンポ有利を取れるのはネタレベルじゃない強さだと思います。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。